第1章。クーパーさん、見てください。これは今日子供たちが作った自然のコラージュです。管理課長のメーベル・モリスから数枚の写真が送られてきた。そこには子供たちが先生の周りに集まり、葉っぱや花びらを小さな動物の形に並べている様子が写っていた。彼らの顔は笑顔に輝いていた。それを見て、私も思わず笑みがこぼれた。私がこの会社を作ったのには一つの目標があった働く母親たちが常に子供のことを心配せずに働ける職場を作ること。その実現のため、私は高額な賃料がかかるオフィスビルの一等地に社内保育施設を惜しみなく建設した。設備は最高級のエコ素材を使用し、先生はプロの早期教育チーム。栄養士が食事をオーダーメイドする。子供一人当たりの月額コストは$8000を超えるが、社員には完全無料だ。社内の母親たちはほぼ全員、子供を預けていた。通勤の手間も高い保育料も省ける。3ヶ月間、保育園は称賛の声ばかりだった。私の善意をみんなが理解してくれるものだと思っていた。しかしある日、スマホに通知が表示された。上司が無料保育園を作ってくれたけど、この金の鳥かごから逃げ出したいという内容だ。タップして開くと、投稿者は営業部のキーラ・ブラウンという社員だった。彼女はこう書いていた。うちの会社に無料保育園があることを誰もが羨ましがる。女性の上司だからこそ母親の気持ちがわかるんだって。でもね、これが資本家の仕掛けた最も賢い罠なんだよ。彼女は子供たちを人質にして、私たちを縛り付け、残業を断る理由をなくす。子供を預けるところがないって言いたい？残念、会社がもう面倒見てるからね。だから私たちは、家族がいない人たちと同じように週72時間働き、身を粉にしている。これは福利厚生じゃない。母親への共感を装った搾取だよ。投稿の最後には、夜遅くまで働く彼女の後ろ姿の写真があった。キャプションは縛られたくない。ただ普通の母親でありたい定時に上がって、家で子供に温かいご飯を作ってあげたい。その写真は私の会社で撮られたものですらなかった。信じられずに笑ってしまった。私たちは残業を強制したことはない。むしろ母親たちに配慮して午後5時以降の会議は現金というルールを設けている。週72時間労働などありえない。子供に家でご飯を作ってあげたいという発言もさらに滑稽だ。彼女の子供は毎日保育園にいて、ほとんどの家庭では提供できないほど栄養バランスが取れた多彩な食事をとっている。コメント欄は当然のように炎上していた。うわ、なんて腹黒い上司だ。巧妙だね、確かに。やっぱりな。資本家に善人なんていないよ。福利厚生には必ず裏がある。暴露してやれ。私たちがこの会社を潰す手伝いをする。私はスマホを強く握りしめ、指の関節が白くなった。アシスタントのクレア・ノーマンにキーラを呼ぶよう伝えた。少しして、オフィスのドアをノックする音がした。キーラだった。彼女の後ろには、レイラ・ウェストを含む会社の他の母親たち数人が立っていた。先月、レイラの家族に休養ができたとき、私は自ら2週間の有給休暇を認め、さらに3ヶ月分の給料を前払いしてやった。今、彼女はキーラの後ろでうつむいていた。お時間よろしいですか、クーパーさん？キーラは顎を上げて言った。彼女は招かれてもいないのに、私の向かいのソファに勝手に腰を下ろした。私の投稿、ご覧になりましたね。みんなが思っていることを代弁しただけですよ。私は冷たく彼女を見た。どうして会社の福利厚生が罠に変わるの？私はあなたの子供に月$8000の質の高い教育を提供している。
それを搾取だというの？キーラはあざけるように笑った。$8000？論点をすり替えないで、クーパーさん。そのお金は私のポケットに入るわけじゃない。それに、あなたの煽る高尚な教育理念なんて必要ないんです。私たち母親は。彼女は体を乗り出し、貪欲な光を宿した目で言った。もっと実用的なものが欲しいんです。保育園の予算を現金手当に換算して、そのお金を私たちにください。子供と家にいるにしろ、ベビーシッターを雇うにしろ、それは私たちが選択すべきこと。それが本当の福利厚生です。お分かりになりますか？彼女が欲しかったのは自由ではない。会社全体の福利厚生を自分だけの個人的な収入に変えようとしていたのだ。彼女の後ろに立つ女性たちに一瞥を向けた。皆、私の視線を避け、目を合わせようとしなかった。レイラだけが一瞬顔を上げ、口を開いて何か言おうとした。しかしキーラがすぐに警告の眼差しを向けると、彼女は縮こまった。私は深く息を吸い、冷静さを保とうとした。福利厚生は取締役会が承認したものだと私は言った。あなたの理不尽な要求を満たすために変更されることはない。キーラは私が冗談を言ったかのように笑った。理不尽？クーパーさん、状況を分かっていないんじゃないですか？彼女はスマホを私に向けて振った。画面には彼女の投稿に対するいいねとコメントがリアルタイムで急上昇している様子が映っている。これはもう私だけの要求じゃないんです。抑圧されたすべての働く母親たちの声なんですよ。私は歯を食いしばり、きっぱりと言った。その福利厚生を使いたくなければ使わなくていいし、すべてをあなたたちに合わせる義務も私にはない。キーラは立ち上がり、明らかに納得していない様子でドアの方へ足を踏み鳴らした。立ち去る前に彼女は最後の脅しを吐いた。世論を無視するなら、これが明日どれだけ大きくなるかわからないよ。第2章。翌日、会社の雰囲気は一変した。廊下でも休憩室でも社員たちがひそひそと囁き合っていた。私を見ると目をそらし、笑みを隠そうとしていた。キーラのデスクも注目の的となっていた。大勢が彼女を取り囲み、勇気をたたえながら期待に満ちた熱心な表情を浮かべていた。私たちがついてるよ、キーラ。そうだよ。なんであんな大金があの外国人教師に行かなきゃいけないんだ。私たちには一銭も入らない。思い切ってやれ。全員クビにはできないよ。法律が許さないから。通りかかったとき、その言葉をすべて聞いた。どうやら彼らは私を好きなように操れるお人よしのボスだと思っていたようだ。その午後、レイラが一人で私のオフィスに忍び込んできた。彼女の目は赤く、コーヒーカップを抱えていた。クーパーさん、怒らないでください。キーラはただネットでみんなが煽るから調子に乗ってるだけなんです。彼女はコーパーを私の机に置き、心配そうに言った。実際、保育園が悪いなんて誰も思ってませんよ。ただもしあの予算が手当に変えられたら、みんな少しは楽になるかもしれないって。私は何度も助けたことのあるこの社員を見つめた。本当？じゃああなたは保育園を閉鎖するのを支持するの？彼女の目に罪悪感がちらついたが、すぐに顔を上げ、無理やり笑顔を作った。もちろん、私はあなたの味方です。あなたがしてくださったことはいつも覚えています。本当に、ただあなたのことが心配で。ネットの騒ぎは会社に悪影響です。もしかしたら少し妥協したらどうですか？ほら、まずは少額の手当を出してみんなをなだめるとか？時には逆らうより流れに乗った方がいいこともありますよ。そう思いませんか？
レイラは私を支持しに来たのではなかった。彼女は彼らの使者で私の限界を探り、私の親切心につけ込んで、彼らの欲に屈服するよう説得しようとしていたのだ。ちょうどその時、クレアがドアを勢いよく開け、青ざめた顔で入ってきた。クーパーさん、大変です。キーラの投稿、数百万人のフォロワーがいるインフルエンサー数人にシェアされました。もうトレンドトップ10入りです。SNS のフィードを更新すると、その通りだった。トレンドの見出しは女性上司、母親搾取のため有害な保育園運営。その下に、新しい匿名コメントが続々と現れた。IP アドレスが明確に表示されており、それらはすべて明らかに私たちのオフィスビル内からのものだった。社員です。証言します。保育園の食事はひどい。この前、うちの子蹴りしました。彼らの言う国際カリキュラムは詐欺。先生は全部上司の親戚で、国際的に訓練されたプロのふりしてるだけ。この保育プログラムが始まってから一度も有給取れてない。病欠で休むのも怖い。私はコメントを見つめ、頭がクラクラした。保育園のメニューは栄養士と一つ一つ食材まで確認した。すべてオーガニックで厳選されたものだ。一方、教員スタッフは3つのトップ人材紹介会社を通じて数百の履歴書をスクリーニングした上で選び、抜かれたものだ。休暇を拒否しているという主張は完全な作り話だ。この誤解を招くコメントを打ったのが誰か想像さえついた。もしかしたら先週、子供の保育問題を解決してくれたと私の手を握って感謝していた、あの母親かもしれない。彼らは私が提供する最高クラスの福利厚生を喜んで享受しながら、一方でキーラの現金手当という幻想のために、あっさりと私を裏切る。そうやすやすと私を犠牲にする。レイラは私の前に立ち、心配そうなふりをしていた。ほら、クーパーさん。事態が悪化してます。どうして私のアドバイスに耳を貸さないんですか？私は彼女が持ってきたコーパーを手に取り、全部ゴミ箱に捨てた。冷静に言った。出て行きなさい。彼女は呆然と私を見つめた。それから、すぐに表情を偽りの悲しみに変えた。クーパーさん、私ただ助けようとして。出て行きなさい、と言ったでしょう。私は彼女を二度と見ずに繰り返した。彼女はようやく、むっつりした顔で出て行った。オフィスは平穏を取り戻したが、すぐに私の携帯電話からの絶え間ない呼び出し音で打ち破られた。パートナー、投資家、メディアからの電話とメッセージが次々とかかってくる。私の SNS アカウントには憎悪に満ちたダイレクトメッセージが殺到した。この汚い資本家め。明日にでも会社が倒産すればいい。フェミニストのロールモデルかと思ったら、他の女性を踏み台にしてるだけだったのか。あなたみたいな人は母親になる資格すらない。第3章。その午後、私はオフィスに閉じこもった。ビルの下には、すでに数台のメディアのバンが止まり、カメラが構えられていた。私は苦笑した。今日から私はナターシャ・クーパー、単なるビジネスウーマンに過ぎない。私は内線電話を取り、メーベルに電話した。全社員に通知して。次回の会議は明日午前9時、本会議室で行う。保育園福利厚生に関する最近の議論について、会社の最終決定を発表する。メーベルはためらいがちな声だった。クーパーさん、本当に妥協するんですか？いいえ、私は窓の外のフラッシュを光らせるカメラを見つめながら言った。彼らがその欲の代償を払う時だ。翌朝、本会議室は満員だった。興奮と期待に沸き立つ空気は、会議というより祝賀会のようだった。キーラは最前列に座り、母親たちの一団に囲まれ、明らかに注目の的だった。
彼女のメイクは完璧で、戦略を誇らしげに聞く人たちに話していた。資本家には弱みを見せちゃダメよ彼女は言った。みんなで団結して騒げば、彼女もきっと怖くなる。信じて。今日、彼女は私たちの要求を飲むよ。レイラは彼女の隣に座り、愛想笑いを浮かべ、時折うなずいていた。午前9時ちょうど、私は会議室に入った。すべての視線が一瞬にして私に集中した嬉しそうなもの、ただ騒ぎを見物しているもの、露骨に欲深いもの。私は前へ進み、準備していたスライドを無視して、ゆっくりと聴衆を見渡した。それから言った。まず、皆さんにお詫びしたいと思います。衝撃の波が会場を駆け抜け、すぐに拍手と歓声に変わった。キーラは眉を上げ、得意げな表情を見せた。それからスマホを取り出した。おそらく吉報をシェアしようとしている。私は背筋を伸ばし、彼らを見た。私の個人的な思い込みで、働く母親の多くが子供の養育を自分で行いたいという希望を十分に考慮しませんでした。このことでご迷惑と誤解を招いたこと、心からお詫び申し上げます。拍手はさらに大きくなった。誰かが叫んだ。わかってます、クーパーさん。過ちを認められるなんて立派です。拍手が収まると私は続けた。皆様の選択を十分に尊重し、また、独自の保育を求める強い要望に応えるため、昨夜会社の上層部と慎重に協議を行い、決定しました。私はわざと間を置いた。みんなが息を潜め、身を乗り出し、期待に目を輝かせている。私は彼らを見つめ、決定を発表した。第一に、本日をもって、社内保育園を恒久的に閉鎖します。会議室は歓声に包まれた。キーラと仲間たちは興奮して抱き合った。彼らの勝ちだ。私は彼らの祝賀を無視し、第二の発表を続けた。第二に、皆様への保証として、会社は保育手当の支給に切り替えます。会場は静かになった。彼らは期待に満ちた目で私を見つめている。私は咳払いをし、彼らが夢にも思わなかった額を発表した。的確なすべての働く母親の方々に私は読み上げた。月額$200の保育手当を支給します。会場は完全に静まり返った。キーラのスマホ勝利を誇示しようと構えられていたが大きな音を立てて手から滑り落ち、画面が粉々に割れた。彼女が最初に反応し、飛び上がって叫んだ。$200？ふざけてるの、ナターシャ？保育園の予算はどうしたの？あなたが全部買いに入れたんでしょう。私は冷たく彼女を見た。予算？何の予算の話ですか？保育園は一貫して私が私費で賄ってきました。会社は一度も出していません。もう出資はやめます。何か問題でも？真実に誰もが言葉を失った。彼らは保育園が会社負担だと思い込んでいた。騒げば、この福利厚生を現金に変えられると考えていた。彼らが考えもしなかったのは、この福利厚生はもともと彼らの権利ですらなく、私が自腹で負担してきた贈り物だったということだ。ありえない。キーラが叫んだ。嘘つき。お前はケチな資本家で全部自分で取り込もうとしてるんだ。好きに信じれば私は無表情に言った。もう一つ最近の世間のバッシングで会社の評判は大きく傷ついた。その結果、最大のパートナーがすべての協力を凍結しました。私は会場の青ざめた顔を一別し、冷たい視線を向けた。取締役会は昨夜緊急会合を開き、潜在的な危機に対処するため、24時間以内に会社の運営コストを30削減するよう私に要求しました。私は深く息を吸い、言い終えた。つまり、
明日の朝までに皆さんの解雇通知がメールボックスに届きます。以上で会議を終わります。